皆さんこんにちは、山上アリシアです。今日は美味しいお料理の基準となる私のこだわりの調味料を紹介していきたいと思います。いつも使っている調味料を今日並べてみました。一つずつ紹介していきたいと思います。和食で一番出てくるお醤油からご紹介したいと思います。で、こちらは井上古式醤油です。香りとね、風味がしっかりしているので、煮物だったりとか煮付けの時によくこれを使います。で、もう一つ私がよく使ってるお醤油があるんですけど、今手元になくて、奮闘金の吉野杉たる天然醸造醤油です。ちょっとね、長くて見ながらでしか言えないんですけど、このお醤油も添加物もなしで、原材料がとてもシンプルなお醤油です。結構こっちは、お値段的にもリーズナブルだなと思うお醤油です。そしたら次はみりん。こちらです。私が使っているのは三河みりんです。こちらは原材料を見ると、ちゃんと生産地まで書いてあるみりんです。なかなかね、そういう調味料少なくて、ちゃんと書いてあるのはすごい安心できるので、私はこれを使っています。みりんをね、探しているときはちゃんと本みりんって書いてあるのと、糖類やアルコールが入ってないものを私は基準として選んでいます。そしたら次は、一升瓶に入った料理酒です。ね、こんにちは料理酒っていうお名前なんですけど、お花がとってもキュートなデザインになっています。こちらの原材料もシンプルで、栄養と旨味がたっぷりと入っている酒麹が入っている日本酒になっています。これはね、私が毎月行ってる、お料理教室のゆか先生から教えてもらった料理酒です。これをね、いつも小さめなコンテナに入れ替えて使っています。そしたら次は私がいつも使っているお砂糖を紹介していきたいと思います。これはね、もうコンテナに入れ替えちゃってパッケージがないんですけど、この中には天才糖が入っています。天才糖は天然のオリゴ糖やミネラルが豊富なので、私はお砂糖はこれを使っています。色がね、茶色になっているんですけど、着色などは入っていないので、安心して料理に使えます。そしたら次、お塩。土佐の海の天日塩です。甘みって書いてあります。で、こちらの塩は火を使わずに天日でじっくりと作られたお塩になっています。でね、お塩なんですけど、ちょっと甘みがあって、お料理に使うとコクが出ます。ミネラル豊富なので結構しっとりとしていて、塩自体がね、すっごく美味しいので、シンプルなお料理、塩むすびとかに使って一度食べてみてほしいお塩です。そしたら次はお酢。こちらはみつかんの純米酢です。こちらの原材料、お米だけです。すっごいシンプルなの。このお酢は刺激的ではなく、酸っぱさの中にまろやかさや甘みがあって、いろんなお料理に使えるので、他のお酢を使っても結局このお酢に戻ってきてます。最後に私は油を紹介していきたいと思います。この2つ。普段使っているのはオリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイルを使っています。でね、なるべく瓶なものを買っています。米油は油切れがいいので、カラッと揚げれるので、揚げ物をするときには必ず米油を使っています。でね、普段は米油とごま油をちょろっと足して使っています。米油は美容にもいい成分がたっぷりで、食材の味も邪魔せずに使えるので、私はこの米油をいつも使っています。でね、今回は原材料って言って添加物がなしのどうのどこうのとか言ってたんですけど、私も完璧じゃないのでちょっとたまに食べるんですけど、バランスっていうことで日頃はこういうラインナップに落ち着きました。お料理を楽しむためにも調味料をこだわってみてはいかがでしょうか。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。